白玉粉と粒あんがあるので、これで、ごま団子を作ります。これはお土産でいただいた五座候のあんこ。あんバター好きの家族が大事に冷凍していたものをもらいました。最後に勢いで入れたココナッツミルクが余計でした。生地が少し緩いです。久しぶりにごま団子を作ったので大好きなお茶を入れます。
美味しい。美味しいよね、あとちょっと食べていいよ。熱いんじゃん。いや、そんな熱くないと。どう？ちょっとあんこ少ないね。どのぐらいかかった？美味しさは？美味しいよ。ヤムチャ食べなかったもんね。食べなかったね。最近ヤムチャやっぱ回ってこないからね。そう。久しぶりに YouTube を編集しています。妹シロの香港 Vlog です。香港の動画を見続けて気分は香港。ごま団子もその影響です。ヤムチャも食べたい。やっぱりヤムチャが頭から離れないので、明日はヤムチャの定番メニューを2つ作ろうと思います。今日はビーフボールの下準備をします。本当はもっとこねた方がいいと思うけど、もう疲れたのでここで終了。味付けます。せっかくヤムチャの定番メニューを作るので、家族が好きな中華粥も作ることにしました。冷蔵庫にずっと転がっていたザーサイがあるので、それもせっかくなので味付けようと思います。
昨日仕込んだミートボールやっと食べれます。ここから味付けて形成します。中華のミートボールには本来チンピという乾燥したみかんの皮を加えます。ただアメリカのものは香りが弱いとあったのと、使い切る自信もないのでレモンゼストで代用しています。日本のごま油があれば日本のごま油で炒めます。今韓国のごま油を使っているので、私は仕上げに加えます。もう一つヤムチャの定番スペアリブのトーチ蒸しも作ります。ヤムチャに行くと必ず誰かが頼んでいて、妹シロも香港で食べていました。これ意外と簡単です。スペアリブのトーチ蒸しはお肉の臭みが出やすい料理です。新鮮なお肉を使ってきちんと洗ってしっかり水分を取り除く。少し面倒ですが、この工程をちゃんとすると美味しいスペアリブのトーチ蒸しになります。日系スーパーマーケットで外覧があったので、これを茹でて副菜にしようと思います。レストランだと味がついていますが、今日は茹でるだけです。
これも買ったまま冷蔵庫に入ってきた中華の塩漬け卵の試塩タンです。中華がゆにのせると美味しいので用意します。あ、上手できた。妹シロの香港 Vlog でちらっと登場するお茶屋さんのプーアール茶があります。せっかくなので入れようと思います。スイカは今いいです。どうする？お好みに盛っちゃう？レンゲ買いに行かなかった連れていかなきゃいけないね。いただきます。どうぞ。ちょっと塩味少ないと思う。あ、ザーサイもあるよ。これザーサイ？ちなみにお茶はあれ。パーティー。そうそうそう。よくわかったじゃん。手づかみで食べてたね。うん。すごいじゃん。いいんじゃないでしょうか。いただきます。いただきます。これって本当はウスターソースつけるんだって。美味しいこれ。美味しい？うん。正直者だからね。そうね。知ってる。甘くない？甘いかなと思った。Yeah, boom. Thank you. はい。ありがとう。私ミーにしたの。ブーンです。ね。美味しそう。美味しそう。美味しそう。これ混ざってくると美味しいんだよね。美味しい。ルンってそうだよね。そうそう。なんか卵麺の方がもう少し先から美味しい感じする。あんなの久々に見たな。早いね。これは。あれ、鳥の鳴き声するね。あ、チッチしてる。すごいね。
ロバイオティクス、そんなのあるんだ。そう、腸活大事よね。でも良くなりますか、手が。の気がするけどね。ヘルシーそう。かわいい。すごい。ちゃんと座を使ってないってこと。いい？やっ、ありがとう。早起きして散歩へ行くと一日が長くて朝からやる気が出ます。まずは昨日洗っておいた野菜をしまいます。焼きナスは水につけるとナスの香りが飛ぶ気がするので、手を水に濡らしながら皮を剥いていきます。あ、全然切れてない。